青いバラ。先輩、どうしたんですか？小村くん。先輩、雨はとっくに上がってますよ。あれ？
あ、青いバラを見てたんですね。珍しいな。びっくりしちゃった。青いバラって、いつの間にか開発されてたのね。ああ、残念ながらこれは人工的に色をつけたものですよ。人工的に？白いバラに青い色素を吸わせるんです。人工的とは言っても輸入物だし、結構いい値段がするんじゃないかな。ブルーローズの意味は不可能ですから、ここまでの色を出すのはまだ難しいんじゃないですか。残念。先輩、青いバラが好きなんですよね。好きっていうか、憧れてるの。憧れ？名前自体に不可能という意味を持たされた花が咲いたら、それは奇跡でしょ？この花が咲いたら、私にも何か奇跡が起こるような気がするの。先輩らしい、可愛い考えですね。そうかな。ねえ、穂村くん。はい、何ですか？なんでもない。ずっとお店の前に立ってるのも迷惑だし、帰ろうか。そういえば先輩、今日は一人なんですね。いつも一緒に帰ってる友達は？置いてかれちゃったの。本当に？ひどいな。別に、毎日一緒に帰ってるわけじゃないし。でも、僕にはちょうど良かったです。一人だったおかげで、こうやって先輩に話しかけられましたから。そう。そういう顔しないでください。そういう顔されると、ますます先輩のこと、ほっとけなくなります。先輩って、友達の中にいる時でも、笑ってるのになんだか寂しそうに見えるんですよね。
一人だけポツンって浮いてるみたいな。そうかな。おっとりしてるんだろうけど、誰かがそばにいないと、どこかに消えちゃいそうな気がするんです。よくわからないけど。だからこそ僕、先輩と友達になりたかったんですけどね。友達っていうか、本当なら付き合いたいって思ってるんですけど、ダメですか？私、こんなこと言われたら、びっくりしちゃいますよね。小村くん、人気あるし、私なんて、取り柄なんて何もないし。そうですか？おっとりしたところも、恥ずかしがり屋なところも、僕には全部可愛く見えてるんですけど。可愛くなんて。すみません。別に今すぐじゃなくてもいいんです。気が向いたら、返事、くださいね。私なんかと付き合っても、全然楽しくないと思うよ。私、つまらない子だもの。そうですか？こうやって一緒にいるだけでも、僕は楽しいですけどね。すぐに返事はしなくていいですから。僕、ずっと待ってますし。本当は、告白が成功したらプレゼントするつもりだったんですけど。奇跡を願う先輩のために。